ました。今日も体内時計は絶好調です。朝の宿の人や本田さん仮と楽しく朝食をとりました。名残惜しさがピークに達しました。この後出発しない選択肢があればいいのにな。でもフェリーのチケットがそれを許してはくれません。さあ今日の走行です。楽しかったこの北海道ツーリングも今日が滞在最終日。小樽のフェリーターミナルが目的地です。内陸を突っ切る最短ルートもありますが、役場って太平洋沿いの浦河や日高を抜ける贅沢ルートにします。北海道最終日ということで、できるだけ道東を楽しみたい気持ちとフェリーに遅れたら全てがパーという心配性のせめぎ合いでした。あとは時間を見ながら高速道路で小樽まで戻ることにしました。さあ8時24分出発です。帯広広尾道に乗ります。今日はいい天気です。のんびり広尾町の農道を走っていたら、外国人のチャリダーカップルが。公共交通機関があまりないところでも外国人もよく見ますが、チャリダーまでいるとは。ゆっくり追い抜きながら手を振ると、めちゃくちゃ手を振り返してくれましたよ。ここで気がつきました。私も手を振り返し選手権ではまだまだ新参者だと。国道236号天満街道の峠です。日高のサラブレッドと十勝のどさんこが出会って共に空高く舞うイメージから名付けられたそうで、とっても素敵なネーミングです。実際この高架橋はそんなイメージにぴったり。国道236号の全線開通には27年もの月日がかかったそうですよ。山あいを貫通する道路でとっても気持ちが良かったです。4232メートルと北海道で4番目に長いトンネルを抜けて、しばらくすると水明橋公園です。ちょっと休憩していきましょう。お、水汲み場がありますね。泉も湧いています。あー、冷たくていい感じ。これが自然なエスプレッソか。ふと振り返れば美しい峠道が広がっています。紅葉のシーズンには絶景間違いなしです。旅を再開します。峠が終わり浦河町を抜けていきます。緑の牧草地の中、馬が草をはんでいます。十勝の牛から浦河の馬へと主役が交代しており、のどかな風景が続きます。バイクを進めるスピードもゆっくりになってこの空気感を味わいます。空の青と牧場の緑の風景が流れていきます。国道236号を外れて道道746号に入ります。ここは JRA の育成牧場があって展望台がありますよ。わー、目の前には日高山脈が広がっています。真下には JRA の牧場施設が点在していますよ。他に誰もいないのでとっても静か。時折馬のヒヒーンと鳴く声がします。優春アエロを回ります。今日は通り過ぎただけでしたが、馬の見学や乗馬体験でまた一泊したいな。ここは長い桜並木です。シーズンの時は綺麗だろうな。さあ次は浦河を見渡せそうなルピナスの丘に行ってみましょう。丘を登って、あれれれれ、工事中で立ち入り禁止でしたか。回り込んでみました。ここから登れそうでしたが、この階段に心がポキリ折れてしまいました。
太平洋に突き当たり、国道235号を進みます。ここはずーっと長いシーサイドロード。そろそろ休憩しましょう。道の駅三石、丘に登ってみました。わー、綺麗な景色。さらに少し進んだ時、お腹が減ってきました。どこかないかなと探していると、なんだこれ、店先で干物を干しているお店を見つけました。とその後ろにうどん屋さんがありました。見てみましょう。猫屋食堂、うどんがなくなったので本日終了と張り紙がありました。残念。携帯をいじろうとしたその時、おかみさんがのれんを出してくれました。12時から開店だったのかな。一番乗りでした。うどんと2リンゴのカステラを注文しました。うどんは久しぶりに関西並みのコシの強さ、食べ応えがありましたよ。リンゴカステラも美味しかったです。お腹もいっぱいになって元気もチャージ完了。先へ進みます。集落が断続的にあるので信号も断続的にあります。交通量もこれまでより増えてきました。突如トイレの神様がお腹に降臨。道の駅2カップで緊急ピットインしました。今朝だけで何回目、どんだけ食べてるんでしょう。日高町に入ったところでシーサイドロードを離れて日高自動車道になります。でも30分ほど走ったところでなんだか疲れちゃって下道に降りました。ちょうど道の駅向川があったので立ち寄ってみましょう。またまたトイレに駆け込みました。これは何かの呪いではと半ば本気で考えちゃいました。さて、道の駅向川を出発しましたが、そのまま自動車道で苫小牧に行ってしまうのももったいないかと思って下道で千歳方面に向かうことにしました。のんびり農道を進んで厚真町を抜けていきます。でも気づいた時には道に迷っていました。脳内地図でリカバリーを試みるも、あれ、なんか行き止まりに来てしまいましたよ。北海道で迷子になると一生戻れないんじゃ。たまらず携帯を確認すると北海道電力の南早北変電所まで来てしまっていました。とっても大きな変電所、同等の電力網を担う巨大な施設を見て、こんな場所にたどり着くなんてある意味ラッキーと前向きに切り替えます。ようやく同自動車道に乗りました。あとはもう小樽までノンストップで向かいます。だんだんと日が暮れていきます。もう北海道の大地もあと少しなのかと思うととっても寂しくなりました。小樽に近づくにつれ寒くなってきました。気温17度。小樽 IC で高速道路を降りてフェリーターミナルに向かいます。やっと帰ってきました。さてフェリーの出港は23時半なのでまだまだ時間があります。こういう時は温泉では入って時間を潰しましょう。フェリーターミナルからすぐそこの小樽温泉ポスパに行きます。温泉に食事もできて、しかもセイコーマートもあるから本当に便利です。24時間営業でリクライニングシートもあるから仮眠も取れますよ。北海道での最後の晩餐はジンギスカン定食とザンギで締め。乗船待ちの車列に並びます。23時に乗船開始でしたが、実際に乗船が始まったのが23時45分。着
フェリーがゴーッという機体音を聞いていると、旅の終わりが現実に押し寄せてきました。昼まではのどかな牧草地を駆け抜けていたことが、まるで嘘のような現実か。疲れた体はそのまま深い眠りへ。さあ、翌日、フェリーの中で6時半に目が覚めました。行きとは違って、今回は穏やかな航海です。船内のラウンジで穏やかな時間を満喫しました。さて、20時15分、ついに下船の案内です。でも多分バイクは最後なので、のんびり向かいました。さあ、ついに本州に再上陸。ただいまー。でも北海道、また会おう。北海道ツーリング、ついに終わっちゃいました。広大な大地、果てしなく続く道、そしてそこに広がる絶景の数々。この旅はただバイクを走らせるだけではなく、自分自身と向き合って自然の雄大さに心を震わせる時間でもありました。途中で立ち寄ったスポットや美味しいグルメ、現地の人々とのちょっとした交流、すべてが今回の旅を特別なものにしてくれました。もちろん予定外のハプニングもありましたが、それも含めていい思い出です。トライアンフストリートツインと共に刻んだこの思い出は、きっとこれからも私の心の中で輝き続けるでしょう。そして旅が終わるってことは、次の新しい旅の始まりでもあります。また新たな景色と物語をお届けしたいと思います。もしこの動画が面白かったら、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の素晴らしい旅でお会いしましょう。安全運転で。最後まで見ていただき本当にどうもありがとうございました。